ストーンズでーす。強めだね。これを見ればみんなのジェシーがみんなのジェシーになれますはい、今回は僕自身の相関図です。でこれあれですね、ジャニーノチャンネルとジャニーノジュニアチャンネルの方で大好評っていうか。しかもジャニノで割とジェシーの名前が結構出てくる。あー見えるとね出るね。あれ出してくれるイコールパクっていいよっていうサインですからね。サイン。じゃあまずは今日はジェシーの相関図だ。はい。で真ん中にせいちゃんでしょ、だから基準がね基準線書内でいこうよ。ジェシーでも相当線出てくるぜ、こっから。まあだからさ、絞ろうよ、それなりに。いやでもこれをさ見てさここに入れなかったって思うさジェシーの友達もいるわけじゃん。じゃあさ、ジェシーさ、書く前に名前言ってその人とのエピソードを俺らに言って、それを俺らが書くべき相関図に書くべき人か俺らが判断する。そうだから大げさな話もここはいらないし、あ、当たり前だからね。そうそうここはね例えばスノーマンとかもそんなにこういうエピソードっていうのがなければもう殿堂入りよ。オッケー。じゃあ特別なエピソードなんかの時に語り明かしてすっげえお互いに泣いたんですみたいな濃い話があるんだったら俺ら書いていいと思うよ。まあじゃあジャニーズからね。もちろん。あ、まず最近も特によく聞くよね。最近っていうかもうね、昨日も言いましたけど。今日の言いましたよ。これはさ、きっかけは何ですか？仲良くなったエピソード。きっかけですか？僕たち少年たちやってたじゃないですか。はいはいはい。でその時に見に来られたじゃないですか。でちょうどムロ君ですね。ムロ君が誘って丸山君を。でそれで丸山君来ていただいて。お、丸山君連絡先知らねえぞ。この間コロッケさんとご飯あったな2階のお店屋さんによくいると店長さんが言っていただいたんですよ。でそのエピソードを話して丸山君にあ、そうなんだ。じゃあご飯とかなんか行きましょうよみたいな話でそのじゃあその時俺ら衝撃受けたもんね。エグかったね。いやなんか今柔らかく言ってるけど、丸山君どこどこでご飯よく食べますよね。僕その下でこの間ご飯食べたんです。連絡先教えてください。意味わかんないけど同じ店だよね。これです。まあ丸山君には面倒見ていただいてるんで。これどういう関係だろうね。丸山君はもう友達として見てる。ああ、もうそんな感じに近い。後輩だと思ってないらしくて。あ、ジェシーのことを。そう俺も先輩だと思ってないし。それは重い。でもさ、それってさ言ってくれたの。も言ってくれた。う友達だと思ってんだよねって。それさ、2人の間でそれが成り立ってんだったら俺らが失礼だよとかいう話じゃない。まあ確かにね。まあ一応でも先輩ですよ。まあまあね。なんだろうね、どういう関係性だろうね。俺は師弟関係的なことだと思って。いや俺もなんかギャグとかの感じも似てるしね。ストーンズの楽曲もね、今回こういう楽曲しますって聞き流して、これいいね、これあれだねとかいろいろアドバイスもらうんですけど、関ジャニさんの楽曲も流れる前、まだその発売されてないやつも聴かせてもらって、ああ、いいね。そういう関係性ですよ。いい、素晴らしいじゃん。でもこれぐらいかな。早すぎだ。じゃあなんで右上に書いて横に書けよ。先にボンボン書いてって一個ずつ説明でもいいよ。あキスマイはもう北山君がほとんど。まあでも戦学の時もあるんで。時も木村拓哉さんとだって縁があるんだよ。あなたツーショット撮ってるもんね。そうよ木村さんね。松本くん。ああ、本当だあ、ね。ジュン君か。ジュン君もそうか。しかも今あえて撮ってる。そう、いっぱいいるな。大変だね。お前すごいな。グループ一人は絶対もうあれなんじゃない？ね、各グループ一人は見てよ絶対。ケン君は。ハイツさんなの、東京だと。そうね。松岡さんなの。大志くんの番組の人だからね。どっちの方が深い？会う頻度多いか。大志くんがね。あすごいよ、本当に。これジェシーの相関図一発目間違いじゃん。だって一発目からとんでもないもん。次やりづらい。最後だったんじゃない？同世代、同期いる？同期って同期はいないけど、よく上がるのは山本ちゃんだね。ニュース。小山くん。小山君。小山君いて。中丸君もそれこそこの企画やってるジャニーチャンネルの中丸君もそうだ。じゃん。ヒカル君？やぶ。前それこそジェシーと俺とヒカル君で飯行ったね。まあ、講師もね、あるし、いいってことだけど。家泊まり行ったね。僕行くんでしょ。インプリ。騎士でしょ。それはすごいイメージあるわ。ケンティーか。そこめっちゃ意外なんだよ。そうなんだよマジかね。確かに。中島とどういう感じなの？友達？普通に仲いい？もう会うよね。連絡するんでしょ。連絡する。どうやって？いつ会うのみたいな。お飯互い忙しいから。ケンティー飯も行ったことあるかはあ、面白いな。そのさ、2人でケントとご飯行った時って何を話すら。グループの話とか曲の話、どうやって曲作ってんのとか、あとキャラクターとか。の？キャラクターについて聞くの、ケンティーに。お仕事の？の話をするのお互いに。そう。デビューしてから急にケンティーになったけど。
まあそういう感じだよね。セクシーサンキューってどうなの？最近のセクシーさん答えてるケント見てやん。確かあとすげえなマジで。ここに出てる人たち全員とのエピソードがあるわけでしょ。でさジェシーその中にさ後輩出したよな。影山影山はなんで仲良くなったの？誕生日が一緒だから。そんだけ？そうなの？そういう感じ。じゃあ明日誕誕生生日日一緒じゃん。明日誕生日？そうだよ。でお互い誕生日おめでとうっていう。まああとスノーマンの目黒。でもあいつ売れちゃったからさ。それ言うねめっちゃ。そう忙しくなってさ連絡来ないのよ。最近あんま会えてないんだ。そう寂しいんですよ僕は。ずっと一緒だったよね。一緒だったんだよ。飯でもいる感じする。ずっと一緒にいるよ。でだってさ、ストーンズでディズニーランド行ってんのに目黒来たから来たね。そうそう来たよ。今日が舞台でこれだと5人だからどうしようってやつ目黒夕方に来たよ。スノーマン加入前ストーンズに入るんだと思ったわ俺あの時。ダッツさんです。ダッツさんって忘れちゃダメだよ。あースノーマン宮当たり前すぎてさ。めっちゃずっといるもんね。ダッツさんもビール仲間でしょ。あとチャカ。みんなやつがね。あ、トラビスね。あそんな仲いい。中村海斗も仲いいよね。みんな仲いいよ。あとは剛君はやっぱ深いんじゃないですか。まあそうね大好きだから。だってレコーディングとかも行くでしょ。そうお誘いいただいて。すごいよね、それ。で俺はずっと見てる。それが幸せなんだ。幸せよ。でベースちょっと弾けないみたいな。弾けないんですけど。こうやって弾けなくてもいいんで弾けって言われて。でも話してみたいなと思う二宮君は思うよ。お皆さん俺もね、実はね、二宮君と話したいんだよ。なんで？いや、めちゃくちゃおもろいじゃん。面白いよあの面白いよ。二宮君めちゃめちゃ優しいよ。なんか一回俺ドラマで共演させてもらって1日2日ぐらいしかやってないけど、今でもたまに事務所とかで会ったら「お久しぶり」とか全然気さくに話してくれるし、めちゃめちゃ覚えてくれる。これを二宮君が見たらねぜひコラボしたいね。でちょっと事務所外の人はガイのが多いんだよね。いやまあそれは数人一緒でも特別濃い関係の人だけにしよまずじゃあ仲いい人で。まずなんか全然せいちゃなあ霜降り。う。下の名女性やったのね。これめっちゃ言ってるの俺は知ってる。ラジオ来てくださったんで。あ、来てくれたね。そうなの。ジェシーと俺の時にね。そうだね。今日俺もね、俺らのグッズのあれ来てくれたりとかバラエティでもね来てくれてるよね。あそうだ。結構ディズニーも行くしね。なんかジェシーがプライベートだったら本当一番かもしれないぐらい遊ぶって。うん。あとはコロッケさん。あー、そこはね。長いよね。ジュニア時代からだよね。そうね。コロッケさんすごいいい人だよね。優しいよ。ライブ一回招待してもらったもん。うんあ、舞台そうあだね。みんな行ったよ。ああね。キングヌーは井口さんぐらい。いや、そうだせいや君もでも最初は井口さんだけど。サトルだね。常田さんとはどのタイミングでそうやってプライベートで？マスカラの後だね連絡先交換したの。でもマスカラの前からは話はいろいろ人づてで聞いてた。だからストーンズってこういうグループだからなんか楽曲とか提供してみたら面白いんじゃないとかっていうあーのをマスカラの前からそうになんか言ってたらしい。でそれぞれを研究してくださって嬉しい。常田君がこの動画ストーンズ面白いよってこの楽曲いいよっつって。事務所内のやつもさ気になるけどさ、事務所外がめっちゃ気にならん。多分ね細かいこと言ったらこいつ書ききれないんだよもう。あ、じゃあ今週連絡取った人、今週仲いいってそういうことじゃない。チャマさんはチャムさんとかもう当たり前だもんね。ジェシーのことなんて呼んでる？ジェシジェシーはなんて呼んでる？ー、チャマさん。そうなの？知らなかった。知り合いは会ったことあるでしょ。能力ある。そう。もう数年前だけど、ここ最近結構会ってる。愛してるゲーム一緒にやったり。へあと愛してるゲームで思いましたけど、ローランドさんね。あ、ローランドさんね。ローランドさんともやったの。やった。俺勝った。愛してる。チキシクセーって言って。強えんだ。あと浜田さんはね。まあそうだよね。浜ちゃんはね。家とか行くんでしょ？そうよ。俺とジェシーがよく浜ちゃんの知ってる。浜ちゃんって呼んでるのか。すごいよ。てか俺らこうやってだからなんか一回テレビでカットされたんだけど、俺とジェシーは浜ちゃんって呼ぶ許可もらってんの。そう。公式なんだよねそう、本人の。世代だとお前らしか呼べないからお前らがテレビで浜ちゃんって呼んで俺をいじらないと。ああ、そうね。小峠さんね。ああ、ミラクルひかるさん。そうだね。いやもうやばいって。だって前なんかジェシーがさ、なんかコロッケさんとミラクルさんとさ、なんか4人ぐらい集ってさ、あ一緒に飲んだんだよ。モノマネ合戦して飲んだ。お前モノマネしてんのに入ってないよ。あ、モノマネ。そうそうそう。原さんもそうか。YouTube で絡んでみたい人。チャンネルで。それこそ YouTuber さんとか。
ヒカキンさん。ヒカキンさんわあそうかジェシーそうだもんね。いやもうすごすぎだろ。あと直人にないみたいな。あ直人さんね。ーそうじゃんこれで別に自身全部書いてたら切れないから本当特別な人ですよ。特別な人この人多いんだよ半端ないよねジェシーマジ何も切れないマジで今のやつしたんでしょ。それ書いてないよそれ書いてるよしかも仲いいめっちゃおもろいじゃんあと寺脇さんもそうね。寺脇さんああ、あーそうだ、一緒だったね。あと山寺宏一さん。はそうなんだ。やば。山寺さんとコロッケさんと俺ドナルドで10分ぐらい酒飲みながら喋ったの。一回だけ会ったベッカム。あベッカム書けないよでもベッカムいいベッカムあったことあんだよ私一回ベッカムと酒飲んでベッカムでもうちょっとでジョニー・デップとも飲める時間もあったんだよ前。ベッカムってあのベッカムだからねデイビッド・ベッカムだよ。フットフリーキックそうそうイングランドイングランドフリーキックのベッカム。でベッカムツーショット撮ってたよねそうっすな。ベッカムさんは共通の知り合いの方が友達で、花からちょっとベッカムと飲むみたいなことなのベッカム来るから飲むみたいな。違うって会話の次元がおかしいのよ。玉木さんとはまだご縁はないですよ。じゃあだからそれは希望も込みで好きです今後ご縁を持ちたいですって言ってそこに書いておこうよ。でかいねもう玉木さん愛を一番最初は玉置さ会って何したい？でとりあえず歌をでジェシーが好きなんだもんね。大好きです。で実際見に行ったりとか。泣いてますよ僕は。2回見に本当に行かせて。好きか怪しくないなんでなんでだって玉置浩二さんの顔の柄の靴下出たら買う買うよ。好きじゃん。好きだよ。じゃあ玉置浩二さんの抱き枕出たら買う。買うよ。好きだね。好きだわ。好きだよね。抱きしめてねーってやりたい。じゃあ会ったら何をしたいの？何にするよね。違うお前何をしちゃうかじゃない何をしたいの？お願いだけ歌いたいですね。カラオケ？カラオケ。じゃあ何の曲でコラボしたい？プライベートで深くなりたいのかもうステージで一緒にパフォーマンスをしたいもうだからライブでワンコーナーここ出ちゃってよ。プライベート。おもう裏でお話ししてみたい裏で話したいです最後ねは一個だけ質問できると最初何聞くもしかしたらこの動画が届くかもしれないよ。い。何大事じゃんこれ。何を聞きますか？今楽曲何曲残ってますか。出してないもの。それをもらっちゃう。もらっちゃう。いやこれだってまだこれが一部なんだもんな一部よこんなの。まあまあまあ一部よ。今上からこうやって見て出てきた名前バーって。みんなエピソードある。だからさ、もちろんこうやって今出た人が全てじゃない深いつながりの方もいらっしゃるし逆にまあ何回かお会いしてすっごい深くないけどお知り合いぐらいの人も込みだったらさ、とんでもない数でしょ。そうね。だって深い人でさえ書ききれてないんだからそうよ。すごいよね。いや面白いもっと聞きじゃあたい本当だったらさこの人とはどういう関係みたいなのもう多分相関図が書かないといけないんだけど書けないんだよ。書けないねこれはいや多分後編とかも作ればだって多分さ出てないさジェシーとすごい仲のいい人たちからしたらさ俺なんで俺名前出てないんだよってなってるわけ前編って言っとけば一応。はい。とりあえず僕のまあ前編ですか。まだいっぱいいるとこれ事務所まだまだ内事務所内でもまだいっぱいいるでしょ他にも。そうですよ。今この一気に書いたんで細かく一人一人聞かだったらまあまた別でやりますけど。はまあこんな感じなんでね。でまたあれだよコメント欄に誰と縁がありますかって聞いてもらったらあ、そうそれはございますございます。い。ちょっと誰と仲良くなってほしいかも聞いて。ぜひぜひ。なってほしいね、こんな人と仲良くなっている話聞きたいよね。そう。あれば俺は仲良くなるので。あとねとりあえずコメント欄でいろいろ仲良くなってほしい人募集します。お願いします。ありがとうございました。ではまた。仲良くなってほしい人募集します。最後ほなどうでしたかまあ